概要。ガンダム開発計画によって製造された3機のガンダムのうちの1機、RX78 ガンダムのさらなる高性能化を目指し、次期主力モビルスーツを開発するためのテストヘッドとして試作されたガンダムタイプのうち、汎用型 MS の重力化使用機となっている。開発はアナハイムの先進開発事業部、クラブワークスが担当。ガンダム開発計画で開発されたガンダム各機には花の名前のコードネームが付けられており、1号機はゼフィランサスのコードネームで呼ばれる。花言葉は清き愛情。ガンダムは汎用多目的 MS として開発されたため、RX 計画によって提出された案件のほとんど全てを盛り込んだ。機体群の一つとして設計された、単純に言えば万能型 MS と呼べる機体であった。それに対し、ガンダム試作1号機は、一年戦争における多様な MS の実動データをもとに、MS の万能性という概念の再検討を行った結果、得られた汎用多用途性を主眼において設計されている実験機という性質上、センサー類などが増設されており、ガンダムに搭載されていたバランサーやセンサーは、さらにブラッシュアップ、あるいは設計変更され、むき出しで仮説されている部分もある。また、汎用人型兵器としての思想をさらに追求した結果、より人間に近い運動、稼働が可能なよう設計されており、この設計思想は、後のムーバブルフレームへと昇華されることになる。パイロット及び戦闘データのサバイバビリティを確保するため、ガンダムから引き続き、コアブロックシステムを採用しているほか、ガンダムで問題となっていた腹部の構造的な脆弱さを補うために、従来のバーティカル・イン・ザ・ボディではなく、コアブロックを水平に格納するホリゾンタル・イン・ザ・ボディ方式が試験的に採用されている。コクピットブロックの移動方式などは、ガンダムとほぼ同一だが、コアブロックとしての機能自体が見直され、変形やボディ内でのレイアウトが変更されている。この機体は、メインジェネレーター及びメインスラスター、各種の操縦、管制機器のほとんどが、コアファイターに搭載されているため、主機であるコアファイターを換装するだけで、空間戦闘から重力化まで適用可能となるよう配慮されている。ガンダム試作1号機の頭部は、ガンダムと同様に、頭頂部のメインカメラと、一対のデュアルカメラ、そして2門の 60mm、バルカンなどが内装されている。この外観は、ガンダムタイプ MS の特徴ともなっているが、試験機である試作1号機には、さらにモニタリング用の装備が多数増設されており、デュアルカメラは示唆による計測が可能なモードも有していた。メインコンピュータは基本的にコアファイターに搭載されているが、頭部ユニットを副次的なコプロセッサーフレームとするシステムも継承され、コアファイター側のコンピュータの負担やコストを減らすことを可能とする。一方で、機体各所に分散配置された各種センサーを統合制御する機能を機体自体に盛り込むことで MS のさらなる擬人化を達成するコンセプトを有している。シシにはジオン連邦系の技術融合によって実用化した新型の駆動方式を試験的に採用しており、剣部構造はその可動部品やアクチュエータのほとんどを腕部に集中して格納している。これはコアブロックを内装する必要から生じた構造であるが、逆に関節構造自体の画期的な改善を可能とし、可動部品の体積あたりのトルクを向上させ、アクチュエータの小型化をも実現させた。股関節も肩関節と同様の高トルクアクチュエータが脚部に集中して内装されているため、構造が複雑で頻繁なメンテナンスが必要だった。股関節自体の設計が変更されている。登場作品と操縦者、機動戦士ガンダム0083スターデュストメモリー。前半の主役機を務めるアナベルガ島に強奪されたガンダム試作2号機を追うため、その場に居合わせたコウウラ機が乗り込み、以降彼の上機となった。パイロットのコウは、新米とはいえ、回を追うごとに乗りこなしていくようになり、次第にパイロットとしての頭角を表すことになる。宇宙に上がった際の戦闘で、宇宙用装備に乾燥しないまま出撃し、シーマガラハウとの交戦するも大破。その後、ガンダム試作1号機フルバーニアンへと改修された特殊機能、コアブロックシステム、コアファイター2がボディユニットと合体し、コックピット兼脱出ポット、及びバックパックとして機能する。また、コアブロックシステム自体も、乾燥システムの一部も兼ねている。乾燥、装備を乾燥して、様々な戦場に対応可能。
主なバリエーションとして重力化仕様と宇宙仕様が存在し、コアファイターの換装と追加装備によってそれぞれの環境に適応する武装必殺攻撃 60mm バルカン砲頭部に2門内蔵、主に牽制や迎撃に用いられるが、至近距離であれば敵機に致命的なダメージを与えることも可能とされる。バルカン砲は頭部に埋没しておらず、側頭部に半打円状に盛り上がった形になっている。ビームライフル、最新技術である EPAC 方式を採用した試作ビームライフル。1年戦争時からビーム兵器の開発に携わっていたブラッシュ社、A ブラッシュ社のもので、威力と精度に定評がある。形式番号棒は XBRM82H、出力 1.5MW。この時点では共通の規格品とはなっていないが、EPAC 方式を採用し、これを交換することで、内蔵型エネルギーキャップ方式と比較して、トータルの射撃可能回数が向上した。予備の EPAC は、シールド裏に2機マウントするビーム10手、重心部に備えられた緊急防御用の小型ビームサーベル。古代日本の道具、実手に由来する防御兵装であり、敵の近接攻撃を受け止める際に使用される。後に、バンシーノルンが同様の兵装を装備している。ビームサーベル、バックパック上部に2機装備する。コアファイター時のビームガンと兼用装備になっている。ビームガン、バックパックにマウントしたビームサーベルは、ビーム砲として使用可能。主にコアファイター時に使用されるが、火力は低く威嚇に使える程度。火器としての性能向上は、フルバーニアンへの回収を待つことになった。シールド、対ビームコーティングが施されたシールド、2から3度までなら、ビーム砲の直撃も防御することができるという。傾向、移送時の取り回しを考慮し、伸縮機構を採用しており、非使用時の完成モーメントを軽減できた。シールド裏には EPAC を2つ携帯することが可能。後のガンダムマーク2やネモのシールドにも同様の伸縮機構が取り入れられている。その他、ブルパップマシンガン、ジムカイなどの主兵装である 90mm 口径のプルバック式マシンガン。試作2号機追撃戦やモンシアトの模擬戦で使用。後者では弾丸にペイント弾を使用したジムライフル、ドムトローペン2機を相手取った際にビームライフルとの2丁持ちで使用。同行していたキースのジムキャノン数から借用したものと思われる。対決名場面、機動戦士ガンダム0083スターデュストメモリー対ガンダム試作2号機。第1話から第2話より同作の目玉であるガンダム対ガンダムの幕開けとなった3度にわたる対決シーン。強奪された2号機を止めるべく1号機に乗り込み2号機の前に立ちふさがるコウだったが、相手は1年戦争でその名を知らしめたヘイスパイロット、ソロモンの悪夢、新米パイロットのコウとの力量の差は歴然で、牽制のバルカンにひるみ、切り結びでは相手にたやすく押し返されてしまった。相手が離脱を優先したため、事なきを得たものの、相手が歴戦のエースという事実に動揺を隠しきれないコウたちだった。続く追撃戦では、コムサイ2で離脱しようとする2号機を阻止するも、相手は別の回収ポイントへ向けて脱出。その後、ノームの中で再び2号機と対峙する視界不良と入り組んだ地形によって、両者の力量差は縮まり、コウは2号機に果敢に接近戦を挑むが、切り結びを繰り返す中、次第に追い詰められ、再び2号機の目の前で転倒してしまい、絶体絶命の危機に陥る。2号機がとどめを刺そうとするが、その時ニナから2号機の冷却装置を攻撃するよう通信が入る。MS について熟知しているコウは、すかさずサーベルを逆手に持ち、2号機のシールドのラジエーターをピンポイントで突き刺した。弱点を突かれた2号機は、やむなくその場を離脱し、回収艇で脱出。2号機の奪還に失敗しただけでなく、力量の差を見せつけられ、苦汁を飲まされるコウだった。対ジムカスタム、モンシア機、第3話より、ガンダムパイロットの座をかけた、独断による模擬戦。勝負は、演習場である、コロニーの落着跡で行われた。ベテランのモンシア相手に、防戦一方のコウだったが、前回の戦闘から期待に慣れ始めていたため、粘り強く耐えてみせる。業を煮やしたモンシアは、コロニーの残骸内にコウを誘い込み、頭上から不意打ちを仕掛けようとするが、足元が崩落し、失敗、後退しつつ迎撃するコウだったが、背後の残骸に衝突、崩落した残骸で、身動きが取れなくなってしまう。とどめを刺そうと接近するモンシアだったが、
コウは機転を利かせ、逆噴射で粉塵を発生。モンシアは視界を封じられる。そこへコウは真正面から体当たりし、2機はもつれ合ったまま残骸の外へと飛び出る。衝撃から立ち直るモンシアだったが、その眼前にあったのはガンダムから向けられた銃口だった。こうして模擬戦はコウの勝利で終わった。結局、直後に駆けつけたバニングによって、勝負は2人揃って1週間の独房入りを食らうオチで終わることになる。チャンネル登録、高評価お願いします。